茶碗の中。小泉八雲。読者はどこか古い塔の階段を登って、真っ黒の中を真っ縦に登っていって、さてその真っ黒の真ん中に蜘蛛の巣のかかったところが終わりで、外には何もないことを見出したことがありませんか？あるいは絶壁に沿うて切り開いてある海沿いの道をたどっていって、結局一つ曲がるとすぐゴツゴツした断崖になっていることを見出したことはありませんか？こういう経験の感情的価値は文学上から見れば、その時起こされた感覚の強さとその感覚の記憶の鮮やかさによって決まる。ところで、日本の古い話本に今言ったこととほとんど同じ感情的経験を起こさせる小説の断片が不思議にも残っている。多分作者は武将だったのであろう。あるいは出版書士と喧嘩したのであろう。いや、ことによれば作者はその小さな机から不意に呼ばれて帰ってこなかったのであろう。あるいはまたその文章のちょうど真ん中で死の神が筆を止めさせたのであろう。とにかくなぜこの話が結末をつけないでそのままになっているのか、誰にもわからない。私は一つ代表的なのを選ぶ。天那4年1月1日、すなわち今から220年前、中川佐渡の神が年始の改礼に出かけて、江戸本郷白山の茶店に一行と共に立ち寄った。一同休んでいる間に、家来の一人、関内という若党があまりに渇きを覚えたので、自分で大きな茶碗に茶を汲んだ。飲もうとするとき、不意にその透明な黄色の茶のうちに、自分のでない顔の映っているのを認めた。びっくりして辺りを見回したが、誰もいない。茶の中に映じた顔は、髪格好から見ると若い侍の顔らしかった。不思議にはっきりして、なかなかの講談師で、女の顔のように優しかった。それから、それが生きている人の顔である証拠には、目や唇は動いていた。この不思議なものが現れたのに当惑して、関内は茶を捨てて、司祭に茶碗を改めてみた。それは何の模様もない安物の茶碗であった。関内は別の茶碗を取ってまた茶を汲んだ。また顔が映った。関内は新しい茶を命じて茶碗に入れると、今度はあざけりの微笑をたたえて、もう一度不思議な顔が現れた。しかし、関内は驚かなかった。何者だか知らないが、もうそんなものに迷わされはしない。とつぶやきながら、彼は顔も何もひと飲みに茶を飲んで出かけた。自分ではなんだか幽霊を一つ飲み込んだような気もしないではなかった。同じ日の夕方遅く、佐渡の神の邸内で当番をしているとき、その部屋へ見知らぬ人が音もさせずに入ってきたので、関内は驚いた。この見知らぬ人は立派な身なりの侍であったが、関内の真正面に座って、この若党に軽く一礼をして言った。式部兵内でござる。今日初めてお会い申した。貴殿はそれがしを見覚えならぬようでござるな。甚だ低いが鋭い声で言った。
石内は茶碗の中で見て飲み込んでしまった気味の悪い美しい顔。例の妖怪を今目の前に見て驚いた。あの怪異が微笑した通り、この顔も微笑している。しかし、微笑している唇の上の目の不動の凝視は挑戦であり、同時にまた侮辱でもあった。いや、見覚え申さぬ。石内は怒って、しかし冷ややかに答えた。それにしても、どうしてこの屋敷へお入りになったかお聞かせを願いたい。封建時代には諸侯の屋敷は夜昼ともに厳重に守られていた。それで警護の武士の方に許すべからざる怠慢でもない以上、無案内で入ることはできなかった。ああ、それがしに見覚えなしと仰せられるのですな。その客は皮肉な調子で少し近寄りながら叫んだ。いや、それがしを見覚えがないとは聞こえぬ。今朝それがしに非道な害をお加えになったではござらぬか。石内は帯の担当を取ってその男の喉を激しくついた。しかし少しも手応えがない。同時に音もさせず、その侵入者は壁の方へ横に飛んで、そこを抜けていった。壁には体質の何の跡をも残さなかった。ちょうどろうそくの光が行灯の紙を通るようにそこを通り過ぎた。石内がこの事件を報告したとき、その話は侍たちを驚かし、また当惑させた。その時刻には邸内では入ったものも出たものも見られなかった。それから佐渡の神に仕えているもので式部兵内の名を聞いているものもなかった。その翌晩、石内は非番であったので両親と共に家にいた。よほど遅くなってから暫時の面談を求める来客のあることを取り継がれた。刀を取って玄関に出た。そこには3人の武装した人々、明らかに侍たちが式台の前に立っていた。3人はうやうやしく石内に敬礼してから、そのうちの1人が言った。それ頭は松岡豊後、土橋豊後、岡村平六と申す式部兵内殿の侍でござる。主人がゆうべご訪問いたした節、貴殿は刀で主人をお討ちになった。怪我が重いから傷の養生に湯治に行かねばならぬ。しかし、来月16日にはお帰りになる。その時には、この恨みを必ず晴らし申す。それ以上聞くまでもなく、石内は刀を取って飛び出し、客をめがけて前後左右に切りまくった。しかし3人は隣の建物の壁の方へ飛び、影のようにその上へ飛び去って、それから、ここで古い物語は切れている。話の後は何人かの頭の中に存在していたのだが、それは100年この方塵に帰している。私はいろいろそれらしい結末を想像することができるが、西洋の読者の想像に満足を与えるようなものは一つもない。魂を飲んだ後のもっともらしい結果は自分で考えてみられるままに任せておく。